神と共にお前の音楽教育を始める義務を授かったよ。その結果が良くも悪くも全てはお前次第だ。いずれにせよ、私は自分の義務を果たすのだから。チャオ、私はアントニオ・サリエリ。1750年生まれのオペラ作曲家だ。今日は私の第二の父ガスマン先生との日々を語っていこう。孤児となり父の知人だったモチェニーゴ様に引き取られた私はベネツィアに渡った。そこで偶然ベネツィアに滞在していたウィーンの宮廷作曲家ガスマン先生に出会ったんだ。先生は私の音楽の才能と利発さを見込んで弟子に迎え入れてくれた。それからの私は師匠の元ウィーンでオペラ作曲家になるべく修行の日々を送るんだ。そこでさらに幸運な出会いが多くあったのだけど、その話はまた別の機会にしよう。その頃の私はオペラ作曲家になる基礎として歌劇場で指揮者の助手をしていた。そんなある晩、修行の一環でオペラの進行を見守っていたのだけど、なんだかどうしても音楽が気に入らず集中できなくてね。上演の合間に舞台をうろついて次の場面のために用意された作り物の食べ物なんかを眺めていた。すると不意に幕が上がって逃げ場のなくなった私は慌てて机の下に隠れるしかなかったんだ。演奏が始まり、歌手たちは私の隠れた机を囲んで食事の場面を演じていた。そのうちの一人が落とし物をして足元を覗き込んだから大変なことになったんだ。隠れていた私を大きな黒い犬だと勘違い。それを聞いた動物嫌いの歌手が飛び上がり大騒動。それを見た観客たちは大爆笑って感じでね。私はもう半分死んだような心地だったよ。すぐに誤解は解けて歌手たちは笑って許してくれたんだが、私はこの失態を先生に伝えないように歌手たちに頼み込んでその場から逃げ去ったんだ。でも残念ながらすでに先生は舞台で事件の顛末を全て知っていた。そんなこともつゆ知らず、私は帰り道でも夕食の席でも黒い犬騒動のことが話題に出ることはなかったことですっかり安心し、バレなくてよかったと神様に感謝して眠りについたんだ。翌朝の朝食の際も同様で、昼食の時間にもなると私の中からはもう黒い犬騒動は忘却の彼方に飛んでいた。しかし食事が終わりかけたその時に菓子馬車の御車が入ってきて、先生に何かご用ですかと尋ねた。その様子を見て私はひどく動揺し真っ青になったんだ。その予感は的中し、先生はこの子をイタリアに送り返したいのですと言った。ショックを受けた私は慌てて先生に駆け寄り必死に謝罪し、涙ながらに冗談も交えつつ事件の顛末を説明したんだ。それを聞いた先生はもう笑いをこらえることができないといった様子だったね。そして先生から今後はちゃんと言いつけを守ることを条件に許してもらったんだ。ただまあ私も若気の至りというか、音楽への情熱が抑えきれなくなって起こしてしまった事件がまだあるんだけどね。さて今日のお話はここまでにしよう。次回もガスマン先生との日々やそこで起きたハプニングを話そうと思うよ。それではまたね。